取説っていうのは使い方知ってる人にしか使い方読んでもわかんないんだけども、わかんなくても読む。全部読む。この音楽講座、僕が DP からロジックに乗り換えできるのかにつきまして、前回までので道具は設置したとして、ロジックをインストールして走るなってことを確認したら、その次、取説ですね。この手のツールでとかに限らないんだけども、俺はマニュアル読まない派だとか、それはどうでもいいんだけど、マニュアル読まなくても使えるって、それは嘘ですよね。そんなことってあり得るんですかね。まあ、あり得るんだったら超羨ましいけど、全然無理っつうか。使い始めるにつき、最初に特定の機能についてのビデオ見るとか、人に聞くとか、クイックスタート的なドキュメントだけ読んでそのまま仕事するとか、まあ、やりたいようにやればいいんだけども、DAW の使い方知るには結局、最初からその取扱説明書、全ページ読んだ方が結果全然早いっていうことですよね。これは、もろもろ条件交渉するときに、個別に詰めていくよりも最初から全部が書いてある契約書のドラフトもらって確認していく方が結果早いってのと同じようなことでして、どの道全体がわかんないと判断しようもないというか、とにかく取説を全部読むっていうことです。むしろ急がば的な。取説っていうのはそもそもが使い方知ってる人にしか使い方読んでもわかんないんだけども、わかんなくても読む。だから、全部読むことで、だいたいあの辺になんか書いてあったな的なことだけ思い出せれば、まあそれで OK。って言っても、そんな取説1000ページを読んだことで、どうせわかんないことを分かってるのに、読み続けるのはきついんで、そこで閉読。例えば、これとこれを交互に読む。まず、どっちかを開いて、最初のところを読む。今のところまだ何でもない彼は何もしていない。何もしていないことをしているという言い回しを除いて何もしていない。この度はプロツールスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。プロツールスには強力なマルチトラックデジタルオーディオとミディシーケンス機能が統合されており、その書いてあることが面白いかどうかではなくて、面白がる能力を手にするためのテクニックとしての読書シンクっていうことですね。その使おうとしている DAW で何ができるのか、機能の全体像を知るのにもっと早くという場合はどうするかというと、設定可能なショートカットを全部見るっていうのがありまして、これはロジックの場合、ロジックメニューのキーコマンドの割り当てを編集ので、ポップメニューからクリップボードにキーコマンドをコピーして、Excel とかに貼って、機能名だけ全部確認してみるってことですね。それで大体の全体を見たら、それから取説読むっていうのはありで、ここでなんかダメだなって感じしたら、そもそもロジックに移行するのはやめちゃうっていうのもありでして。で、そのキーコマンドの行数見れば、大体の機能数がわかるってことでして。そうすると、ロジックで設定可能なショートカットが2112個。まあ大体それぐらいの機能種があるんだな的な予測感が持てると。大体それくらいの機能種があるとして、そのうち最初からキーがアサインされているプリセットで設定されているショートカットを数えると792個。それがそこそこよく使う機能の数なんだなと、大体の全体像が読めてくるって感じでして。今回対比にしてるのが DP なんで、ちなみに DP だと設定可能なキーコマンドが1068個。デフォルトで設定してあるキーコマンドが501個。なので DP はロジックの半分ぐらいなんだけども、ロジックのキーコマンド名を読んでいた時になんかくどいなって感じしたので、使える機能の数以前にロジックのオペ感はノート PC で使うこと前提にだいぶ駆読してるなとかの生活態度も見えてくるわけです。実際のところロジックの初期設定はフルサイズのキーボードを使うとかは全く前提にしてないってことも分かってカスタマイズが面倒だなとかの覚悟も必要だな。そうすると大体どっちも主要な機能が1000種類とかで、そしたら取説も1000ページほどになるだろうなってことですね。実際のところ Apple Book 版の Logic Pro ユーザーガイドがやっぱり1000ページほどで、DP の取説も同じく1000ページほどというか、大体どれでもこの手のツールの取説は1000ページですね。
で、ロジックの取説なんだけど、もはや本はないみたいで、あるのは Apple Book 版と Web 版のロジックプロユーザーガイドだけみたいでして。で、どっちもざくっと見たんだけども、電子版での取説は現状のだとどうにも使いづらいっつうか、電子版取説の利点として、検索の速さっていうのが言われたりとかするけど、確かにパラメータ名が英語だけだった頃はそうだったんだけども、パラメータ名も取説本文もどっちもが日本語になると、もはや取説の検索では引っかかってくる項目が多すぎて、全く検索にならんつうかでして、パラメータ名と機能の説明でワードが被っちゃったりなんで。だから、取説は日本語だとありがたいけど、DAO メニューの日本語対応はやめてほしいですね。どうせ訳したところでわからなさ加減は同じだし、取説が読みにくくなった根源がそこでして。オフィシャルの取説の製本版があれば欲しいんだけど、今のところなさそうなので、それで、オフィシャルの取説読むの諦めて別の解説本買ってみました。これ。ロジック徹底操作ガイド。高山博さん、さすがですね。全体像を知るためには、まず書いてあること分かんなくても、できるだけ早く全部読む。それでも、1日では全然無理で、1冊最後まで読むのに数日かかりましたね。速読の人は羨ましいっす。DAO っていうものは結果同じことするのになんでだかやたらそれぞれでオリジナルの機能面になってるとこありまして、プレイボタンなのかスタートボタンなのかサイクルなのかループなのかオーバーダブなのかマージなのかミックスなのかショートカットなのかキーコマンドなのか同じ共同させるんだったら呼び方ぐらい統一してほしいんだけどもいちいち違いしすぎまして、その DAO ごとでの機能名の呼び方をそのツールの流儀で慣れとくっていうのは取説読むことのメリットとしてありまして、あとはキューベスとかもそうなんだけども、トラックウィンドウにいちいちなんで四角い箱を作るのか、あれが何の役に立つのか全く謎でして。マーキーツールがあれば、リージョンって考え方自体が不要だと思うんだけど、そこやっぱり取説読んでもわからなかったですよね。今で全くの謎で、でもロジック使うなら、その四角い箱に付き合っていくっていうのが必須みたいでして。一つ一つの使い方を覚えていくっていうよりかは、そういった前提としての謎感を潰していく、あるいは積んでいくっていうのも、事前に取説読んでおくことの意味だったりとかしまして。アプリケーションプレイヤーとして単に使わせていただく僕らとしては、それ作ってくれた人と取説書いてくれた人に敬意払いつつ、とにかく全部読む。なんだけど、取説読む読まない以前に何もわかんないうちに作っちゃったものをその後超えられないっていうことも結構あったりとかしまして。要はいいものっていうのは初めて触った時にできたものか、そのツールをしゃぶり尽くした後にできたものかのどっちかだったりとかするんで、取説読まないんならば、触ってすぐに作り始めた何がしかは最後まで作って保存しとくっていうのが大事だったりとかっていうのがですよね。俺は取説なんて読まないってな人に同時にありがちなので、俺は音楽理論なんて知りたくないってな人がいたりとかして、親の顔が見たいっつうか、理論を知らないのは全然いいんだけども、大体において音楽理論は音楽よりも面白いっていうものでして、どっちの方が面白いのかを知らないっていうのの不幸は深いなと。かつて僕らは聞いたことのある音よりその音について書いてある文章を読むことの方が圧倒的に多かったんだけども、音楽ストリーミング以前は完全にそうでして、それでどうなったかっていうと、なんか音楽評論がその音楽を超えて関係ないとこで飛躍していくわけです。面白さとして同じくその対象となる機材を超えて、そのおまけでついてくる取扱説明書、そっちの方がすごかったってことは実際ありまして、ツールそのものよりも面白い取扱説明書っていうのを信じ込んでみる能力が異文化交流みたいな。バンド大事。